セーラームーンのセーラーマーズ。ポケモンの玉虫シティのジムリーダーのエリカ。なんかシンジ君とか結構日本人かなって思う。のび太君が日本人っぽいかなっていう。ドラえもんの Hey guys and gals, this is Cat Cat, and today we're here at Summer Imperial Land, and I have the pleasure to ask the cosplayers that are here the question: what, in their opinion, is a very Japanese character? What characterizes a Japanese anime character, and which are the most Japanese characters they can think of? So let's go and ask cosplayers. 桜大戦とかはい、桜大戦の主人公の桜とかがなんか日本っぽいんじゃないですかね。袴なのでちょっと日本の大正時代感というかモチーフにしてるので、結構着てるものとか、世界観ちょっとロボットとか出てくるんですけど日本っぽいかなと思います。セーラームーンのセーラーマーズ、神社だし、そうレイちゃんちょっと日本人女性っぽいところがあるかなと思います。サザエさんの船さん、和服着物着てるし派手じゃなくて地味っていうか、あまり派手じゃなくて地味って感じですかね。商売ロックだったら、マリマリとかはやっぱりその性格がっていうより、本当に見た目、着物着てて黒髪でパッツンで方言でみたいな感じなんで、ルローニケンシンに出てくる女の子のカオルちゃん、なんでですか？なんか強いし、でも女の子らしいし、日本女子って感じがします。大和なでしこ。ケンオンっていう作品の平沢優ちゃんっていう子がいるんですけど、その子すごいなんか素朴な感じが日本人らしいかなっていう気がします。女の子？ちびまる子ちゃんしか出てこない。ちびまる子ちゃん、なんででしょう。なんだろう、小学生のなんか放課後遊んで駄菓子買っておじいちゃんに懐いててみたいな古き良き日本の子供。ちびまる子ちゃんイコール日本の子供みたいな感じ。白鸚記の千鶴ちゃん、献身的でけなげ、日本人っぽいかなと思います。東堂しおんちゃん、プリパラなんですけど、やっぱり四字熟語って日本のその漢字を4文字使った言葉とかを使ってたりとか、あとは囲碁っていうゲームをすごいプロなんですけどやってるところとかが純和風っていう感じがします。犬僕のリリチオちゃん、呉服屋の娘さんなんですけど、黒髪ロングで姫カットの女の子で日本人っぽいかなと思います。ポケモンの玉虫シティのジムリーダーのエリカ。まずお着物着てるのと、あとなんか生け花とかがお好きなイメージがあります。綾波レイって意外と日本人っぽいんじゃないかなって思います。確かにおとなしくて、でも芯は強くて、見た目は日本人っぽくないですけど、それがしっかりしてるっていうところ、あと尽くすっていう感じのところはそうかなって思います。碇シンジ君じゃないですか。やっぱりその中二男子のなんか日本男児、中学2年生感がすごい出てると思います。碇シンジ君。そうですか、バカに出てると思いますよ。今の日本男児を描いているんじゃないでしょうか。でも今着てるエヴァだったら、なんかシンジ君とか結構日本人かなって思う。割と優柔不断じゃないですか、そういうとことか、なんだろう、自分に自信がないみたいな、なんかうまく言えないけどなんか日本人臭さ感じますよね、やっぱ他のキャラと比べて。やっぱすごい強いっていうよりかは、やっぱりちょっと弱みがあるキャラっていうかがやっぱり日本人っぽいかなっていうのはあります。フリーのはるちゃん、男子高校生なんですけど、すごい静かで黒髪であんま主張しないところが日本人っぽい。これは日本ですか？変わりつつあるけど、テンプレート的な意味で言ったら日本人っぽいのかなって思いました。ルローニケンシンの日村謙信がとても日本人っぽい、侍、着物だし刀持っててめちゃくちゃかっこいいから、色系の主人公が、日本人っぽいと思います。忍たま乱太郎、キャラクターがみんな忍者なんで、ザ・日本って感じがします。男の子たちが学校で忍者を勉強しながら、ドタバタとギャグっぽいちょっとアニメなんですけど、
日本っぽいかなって思います。男の子でよければのび太くんが日本人っぽいかなっていう。ドラえもんの、外国から見ると真面目なイメージあるかもしれないですけど、のんびりしてるとことかでも涙もろかったりとか、そういうのがいい日本人じゃないかなって思います。ソードアートオンラインっていう作品があるんですけど、ゲームのそれの桐ヶ谷和人くんっていうキャラクターが結構幼い感じの顔とかがすごい日本人らしいかなっていう風に思います。なんかすごい童顔な感じがすごい日本人っぽいっていうか、逆に彫りとかは全然だから深くないんですけど、それがなんか逆に日本人っていうかアジア人っぽいっていうか、そんな感じがします。今日やってるキャラクターなんですけど、寿礼二、歌っぷりの寿礼二なんですけど、弁当屋さんの息子なので一番日本人っぽいかなと思って、すごいハートフルなんですけど、あの人触れ合いらしやすいんですけど、すごい闇な一面持ってて、だけどなんかお弁当屋さんの息子さんなんで日本人っぽい味覚っていうか、唐揚げ大好きなんですよそういうところとか日本人っぽいかなと思います。白様千と千尋の神隠しの白、おかっぱですごく日本男児っぽい感じがして好き。何が日本人っぽいですか？やっぱり見た目がもう一番黒髪でおかっぱで目元がキリッとしててかっこいい。なんか割と西洋っぽいよね。アニメ憧れがあるからなのか、日本人っぽいっていうのが言われると思いつかない。もともとベースはやっぱりみんな日本人のが多いんですよね。設定は日本人ですけど、やっぱ髪の毛の色とか衣装だったりがやっぱ西洋っぽいのがあって派手だから、なんかザ日本人って今言われて何かあるかなって思って、逆に難しい感じですね。難しいですよね。じゃあそれで自分での質問でした。ありがとうございます。So, interestingly enough, when we asked Japanese people what kind of character they think is a Japanese character, it was very hard for them to think which of the anime characters is actually 100% Japanese, because obviously there are different hair colors, there are different eye colors, and they're sometimes not really as connected to Japan. Even though most of them are Japanese people, they might not be stereotypically Japanese. So the ones they named were usually those that, for example, for the girls, they mentioned girls who wore traditional Japanese clothing, or had an occupation, for example, like shrine maiden, which is very Japanese, or generally having long black hair and the kind of Yamato Nadeshiko attitude to them. Well, on the male side, they actually said, well, the male character is actually less about clothes, but more about black hair and a very quiet kind of character. And so that was really interesting to see that. So how about you? What kind of animes do you watch, and you think there's like a stereotypically Japanese character in those anime? Or do you think maybe there is no such a thing as a stereotypically anime Japanese character? So interesting to find out what you're thinking. Obviously, what most people think, all those people are based on Japanese characters. Why is there such a difference? So it's interesting to see that even Japanese people had a bit of a difficulty finding that out. Anyways, look forward to reading your comments, and I'll catch you soon on Ask Japanese. Sanrio Pure Land is an indoor theme park that takes you into the cute world of Hello Kitty and all her Sanrio friends. There you can enjoy shows and also seasonal events and lots more. So for example, there was a special event for Halloween where not only the visitors had the chance to dress up. Sanrio Pure Land is located about 1 hour away from Tokyo at the station called Tama Center, and from there it's only a short walk to Pure Land. There are also shuttle buses from the airports that take you straight to Tama Center, so you can meet Hello Kitty straight after your arrival. Come and spot your favorite Sanrio character here.